んこんにちは、ゆいです。久しぶりの日本語ビデオを今日は作ってみようかなということで、おしゃべりビデオをやってみることにしました。で、今日はこちらのメイクを作っていくんですけれども、最近本当に私がよく使っている商品だけじゃないんですけれども、なんて言うんでしょう、テクっていうほど大したものもないんですが、こういうのすごく簡単なので、ちょっと時間がない時とかにパパパって、今日やるのよりもっと雑なバージョンって言ったら変なんですけれども、で、いつもやってるメイクなので、そちらをご紹介したいかなと思います。今日のキーアイテムなんですけれども、今日目元は全部、トゥーフェイストのブランドで仕上げました。特に別にトゥーフェイストから提供を受けてるとかそんなんじゃないんですけど、たまたま、使ったパレットとアイライナーがトゥーフェイストで、たまたまマスカラもトゥーフェイストのがあって調子が良かったので、じゃあもうみんな全部統一しちゃえということで、使ったパレットはこちらのトゥーフェイストのセミスイートチョコレートバーパレットというもので、開けるとグーンな感じになってて、使った色が、こちらがバターピカンの色、ピーナッツバターの色、トラッフルの色、ココアチリの色になっています。ココアチリとトラッフルなんですけれども、トラッフルはマットな感じで、ココアチリは、それをもうちょっと暗く、クールトーンをちょっとほんの若干強くした感じで、さらにそこに、金色のグリッターというかラメが入ってる色ですね。こちら4色を使いました。それからアイライナーはこちらのトゥーフェイストのパーフェクトアイズウォータープルーフアイライナーのパーフェクトモスの色を使いました。こちらがカーキ色なんですけれども、カーキ色は私が日本人に合うと一番合うと信じて疑わない色なんですけれども、これで、結構濃いめというか太めのラインを引いたんですが、黒とか焦げ茶と違って色に深みはあるんですけれども重たさがないので、あんまりしつこくなくちょっとさっぱりした感じで仕上げられるかなということでこちらを使ってみました。もちろんこれじゃなくても黒でも茶色でも構いません。私はちょっとカーキがいいかなということでカーキ色を使ってみました。そして最後はこちらのベターザンセックスのマスカラですね。なんていうネーミングだなんて思うんですけれども、なかなか面白い発想ですね。トラベルサイズなので、実際のものよりも絵は短いんですが、ブラシは同じ形です。それでは本編といいますか、おしゃべりビデオの方を、お楽しみいただけたらと思います。では、どうぞ。では、プライマーから始めます。今日はエンブリオリースの、保湿クリームを、プライマーとして使っていきます。こちらをペタペタ、まず手のひらでちょっと温めてからつけていきます。ではファンデーションに移っていきます。今日使うのはこちらの、レブロンのホイップとカラーステイホイップとですね、使うブラシが、ミーシャのこういう平たい、普通なんて言うんでしょうね、パドルブラシっていうんですかね、平たいファンデーションブラシを使うんですけども、これずいぶん前に買ったやつなので今でも売ってるかちょっとわかんないんですが、多分ないと思います。色を取る感じなんですけれども、薄く、なるべく薄く、本当にこんな感じです。はい、を、筆先の方ですね、この全体ではなくて筆の本当に先の方に取ってシャカシャカ軽くのせていきたいと思います。鼻なんですけれど、黒ずみとかがあってもちろん気になる方も多いと思うんですが、一旦まず色を薄くのせます。でこの後にこの毛先の部分を使ってこうなんていうんでしょう、円を描くようにくる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 と、本当に優しくですよ。これも筆先が触ってるか触ってないかぐらいの優しさでくる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 やると、厚塗りをしなくても肌がこう平たくなるっていうか、毛穴が埋まりやすくなるので、色で隠さなくてもある程度黒ずみが目立たなくなります。で鼻ってどうしてもやっぱり汗かいたり触ったりしちゃってファンデが落ちやすい場所でもあるので、あんまり厚塗りしちゃうとそこだけこうファンデーションが剥げてなんかこうバレバレな感じになるのも嫌なので、なるべく本当は薄塗りにしたいところなんですが、やっぱり赤みとか黒ずみが気になってしまってどうしてもやっぱ厚塗りになりやすいところなので、あえてここはあえて薄塗りでやってもうた。やん、スカートにファンデがついてしまったじゃないかと、自分に怒りながらやってます。一旦ファンデーション塗り終わったところで、近距離チェックに入っていきたいと思います。ファンデがよれやすいところなんかを重点的に
見て巡回して回る感じでこの時に役立つのがこういうブラシなんですけれども、フラットなカットで上から見ると丸になってる、結構サイズとしては結構ちっちゃいものなんですが、これでちょっとこうファンデーションよれちゃったわみたいなところをシャカシャカしたりトントンしたりするとかなり綺麗になります。1本持っとくと便利かな。さて近距離チェックが終わったところで、2回目というか2層目に移っていきたいと思います。赤みとかシミとかもうちょっと1回目のファンデで薄塗りで隠せなかったところを重点的にやっていきます。ニキビなどのこうちっちゃめの肌のお悩みは後でちゃんとコンシーラーでポイントで消してあげた方がファンデーションでカバーするよりもっと綺麗にできるので、まず一旦ここは広範囲なものだけに絞っていきたいと思います。ここでまた近距離チェックに入っていきたいと思います。コンシーラーなんですけれども、今日はこちらソニアカシャックのヒデンアジェンダ、コンシーラーパレット7番の、ライトの色ですね。こちらを使っていきます。体温でいい感じに柔らかくなって馴染みがものすごく良くなるので、できれば指を使ってあげてください。まあ筆使う時もあるんですけどね。体温で温まるとか言いましたけど、私冷え性なので基本的にあったかくないですあんまり何でもかんでも隠さないようにはしてます。これはもう本当個人の好みなのでいろんな方がいると思うんですけど、私は隠しすぎるよりちょっと出ちゃってるぐらいいろんなねシミとかニキビとかが完全に隠れきってない方が私は好きです。はい、ここで、救世主の誕生じゃないですね、救世主のお出ましです。こちらがメイベリンのフィットミーコンシーラーなんですけれども、こちらのコンシーラー非常に良いです。薄付きなんだけどしっかり隠れるみたいな、こんな感じです。消えました今日はこんなところで勘弁してやろうみたいな感じですねセッティングしていきます。こちらがパラディオのライスパウダーですね。こちらのトランスルーセントの色を使うんですが、何でもいいです。何でも好きなパウダー使ってくださいって言ったらすごい投げやりなんですけど、ものすごく粉が立ってる。どうしよう。で、あんまりこうバフ粉っぽいのも私は好きじゃないので、ちゃんとはたいてからこうテカリが気になるところとか崩れやすいところを中心に。洗濯物ができたのでちょっと失礼して行ってきます。戻ってまいりました。ちょっと日の傾き加減が変わってしまったんですが、気にせずやってまいりましょう。次がですねブロンザーなんですけれども、こちらが先ほどのコンシーラーと同じブランドですね、ソニアカシャックの、アンディテクタブルクリームブロンザー41番ワームタンの色を使っていきます。こちらを、このシグマの、F84 ですかね、84番、アングルドトップ歌舞伎ブラシで、簡単に取ってですねヘアラインに入れていきたいと思います。で、色の出方を確認して、色の感じはこんな感じですね。しっかり塗るとこんな感じなんですけれども、ちゃんとこう色を落とすって言ったら変なんですけど、調節してから生え際に入れていけばそんな怖いことのない普通のブロンザーです。ニックスのハイライト&コントゥアプロパレットのこちらの色ですね。こちらが確かスカルプトだったかなの色を使っていきます。使うブラシが白銅の板刷毛の何だったっけな、46とかそんなだったかな、これぐらいの大きさのですね。ではハイライトに移っていきます。先ほど使ったパレットのこちらの色ですね。こちらがアイスクイーンの色です。ではアイブロウに移っていきます。今日はこちらのニックスのマイクロブラウペンシルを使っていくんですが、こちらは色が、アッシュブラウンですね。なぜか眉毛をやるときはいつも真剣に見るからですかね、ドライアイが悪化します。早くまばたきしないとみたいな。ここで目元に移っていくので、プライマー、アイシャドウプライマーですね、つけていきます。ではこちらの、パレットを使って色をのせていきたいと思います。ピーナッツバターの色を取ってまぶたにのせていきます。こちらは結構大きめのブラシでまぶた全体にのせる感じで色を置いていきます。
こでココアチリの色を小さめのブラシに取って目の際に入れていきます。これはちゃんとまた後でぼかすので、今のところはそんなにしっかりきれいに入ってなくてもいいです。でこれを博報堂の J5523 のブラシで上に向かってぼかしていきます。正面から見た時にもうちょっと茶色がはみ出てるといいなと思うので、もうちょっと色を足していきます。ここで先ほどのブラシにトラッフルドの色を取って、これの中間の部分ですね、濃い色と薄い色の中間を埋めていくような感じでブレンドしていきます。大きめのブラシを使って全体をなじませていきます。一応こちらで目元は終了で、あとはマスカラつけるだけなんですけれども、もうちょっとしっかりしてるのがいいなっていう人はこちらの下まぶたの方にも上まぶたで使った色と同じものを入れてあげるといいと思います。先ほどのアイラインなんですけれども、ちょっと時間も置いてあげると、乾かすって言ったら変なんですけどね、時間を置いてあげると定着するので持ちも良くなります。乾く前にスマッチブラシとか使うとぼかしができるようになります。でちょっとビュラーで取れちゃったところをちょいと直したいと思います。アメリカのセフォラとかなんだっけ、アルタとかだとチビサイズがお手頃に買えるので、いきなりマスカラに例えば30ドルとか払えないよっていう人はチビサイズを使ってみて、これはいいなと思ったらフルサイズを買うっていうのもありだと思います。そういうのもね、日本もやってくれるといいんですけどね。一旦マスカラをつけたところはこんな感じです。こっちがついてる方で、こっちがついてない方ですね。何回かつけ直して綺麗なまつげをこう演出するのに向いてるかなと思います。一気にボリュームが出るわけではないので、すぐにちゃちゃっとお化粧を済ませたいっていう人にはそんなに向いてないんじゃないかなと思います。あと最近やっとウォータープルーフ処方のが出ましたね。それまではずっと普通のしかなくて、にじみやすいっていうのが欠点だったんですけど、で実際これも私の目ではにじみます。しっかりこの毛先についてしまったダマを取ってあげれば、なんて言うんでしょう、こういう感じのちょっとバサバサしたドライな感じのまつげを演出してくれます。個人的にはそうですね、このマスカラはあんまり下まつげには向いてないかなと思います。ちょっとブラシが大きめっていうのもあるんですけど。そして最後にチークを入れていきます。今日使うのがメディアのチークカラーローズの色ですね。ブラシはモデルズプリファープロフェッショナルズのエアブラシですね。100番になってます。これをちょいちょいと入れていきます。最後までチークを待ったのは、こうなんて言うんでしょう、色の全体のバランスを見てこの色にしようっていうのを決めたかっただけなので、もう先にチークこれ使いたいっていうのが決まっている人はベースの段階で入れてしまってもいいと思います。ちなみに結構この色は使いやすい色ですね。濃く多めに入れれば結構ピンクっぽくなるし、薄く入れるとちょっとオレンジがかったというか、ちょっとコーラルっぽいような色にも見えたりするので、非常に使いやすい色だと思います。さらに確かお値段が500円ぐらいだったと思うので、すごくお手軽で品質もいいと思います。使ってて全く問題ないですし、色の発色もいいのでおすすめです。リップの色を選んでいこうかなと思います。これがちょっとなマットっぽいか、マットすぎるかな。これはいける感じ。これも悪くないな。難しい。
これだな。というわけで、こちらがハードキャンディのプランピングセラムリップスティックなんですけども、プランピングって唇をこうふっくらさせる効果のある商品に大体名前がついてるんですが、こちらはそんなのないですないけど、喋りながら唇つけるの難しい。ないけどクリーミーな普通に使いやすい口紅なので、プランピング効果がなくてもなかなかいいかなと思います。こちらがこういうパッケージですね。アメリカの商品なんですけれども、色が Admired 853番ですね。グロスをつけてもいいんですが、ちょっとオレンジっぽいので、ヌードっぽいのか、それか結構キラキラなのか、どっちがいいかな。ヌードでいきましょう。実際の口紅の色より明るめの色ですねを使うことによって、中央だけにのせてちょっと立体感を。こちらが NYX のバターグロスの何番？クリームブリュレですね。クリームブリュレのリップグロスです。はい、お疲れ様でした。以上になります。こんな感じですね。仕上がりはこんな感じの顔になってます。そんなに難しくないのでやってみてください。でもしやってみてよかったよという方はですね、下のコメント欄にて感想なんかもいただけると嬉しいなと思います。お楽しみいただけましたでしょうか。そうだといいなと思っております。ご覧いただきありがとうございました。それでは次のビデオで See you next time! Bye!